皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。主に取り上げる話題としては、北朝鮮軍の動向、ウクライナ軍とロシア軍の死傷者数の比較、そして第3に戦争が長期化することに伴う兵器の進化、ドローンによる戦いについて取り上げようと思います。まず最初に被害が大きくなっている北朝鮮軍の動向について。現在のところ北朝鮮軍兵士たちは雪が降り積もった雪原を深緑色の夏仕様の軍服で突撃するというなかなか場違いないでたちで戦いを進めています。非常に遠くからでも目立つこともあり、砲撃を受けたり、クラスター弾頭による面制圧を受けたりして前線に投入された部隊はそのほとんどが戦場から病院へと居住地を移したようです。そうしたこともちょっと関係してか、ロシア国内で北朝鮮製の自走砲が輸送されているという映像が投稿されました。ロシア軍も多くの榴弾砲、自走砲を保有しており、大量の砲弾を作ってウクライナ軍に砲撃を行っています。しかし、使用頻度が高ければ、方針の使用限界も近づいてくることによって、新たな方針へと取り替えを行っていかなければなりません。ところが、方針の製造は消耗度合いに全く追いついておらず、いつ方針が耐えられなくなって壊れてしまうか、そんな状況の中で、ロシア軍は砲撃戦を行っています。そうしたロシア軍を補助する戦力として、北朝鮮軍は自走砲を朝鮮半島から持ち込み、そして現在のところ列車で移送中のようです。ただし、北朝鮮の持ち込んでいる自走砲というのは、170ミリ砲といって、ロシア軍の使っている122ミリや152ミリとはまた違う規格の榴弾砲です。そのため、大砲を持ち込んでも、それをロシア軍が砲弾を供給して使うことはできません。北朝鮮国内にある砲弾工場で作ったものを戦場へと運んでこなければ弾切れを起こしてしまうようなものです。通常こうした規格が違うものについてはなるべく避けるべきという考えが軍隊には必要なのですが、もともと違う軍隊ですから、そうした不具合については目をつむってでもロシア軍としては北朝鮮軍兵士たちを砲撃戦の補助戦力として使いたいのでしょう。今後北朝鮮軍の兵士たちが砲撃戦の方に人員をより多く割り当てれば、北朝鮮軍兵士たちの死傷者数は大幅に減少する可能性があります。ただしその代わりロシア軍兵士たちが前面に出るわけですから、どっちみち死傷者数が減るわけではありません。さて、それでは、このチャンネルでは主にロシア軍の被害についての話を多くしてきましたが、ウクライナ軍も当然のように多くの死傷者を出しています。ロシア側が公式な戦死者数について発表しておらず、あくまでも推定値としてしかこれまでは出てきていません。なので、本当の意味では比較はできないのですが、大まかな比較として数値を確認しておきましょう。ウクライナ軍の死傷者数を明らかにしたのは、ゼレンスキー大統領自身です。そのことを伝える NHK の報道記事を見ておきましょう。ウクライナ、ロシア軍事侵攻以降、軍の死者4万3000人、支援呼びかけ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる軍事侵攻が始まって以降、ウクライナ軍の死者は4万3000人に上ると明らかにするとともに、アメリカをはじめとする国際社会に対し、さらなる支援を呼びかけました。ゼレンスキー大統領によると、ロシアによる軍事侵攻が始まったおととし2月以降のウクライナ軍の死傷者数について、戦場で4万3000人の兵士を失ったと明らかにしました。侵攻によるウクライナ軍の兵士の死者数は、今年2月にゼレンスキー大統領が初めて公表した3万1000人から1万2000人増加しています。また、負傷した兵士を治療した件数は37万件で、負傷兵のおよそ半数は戦場に復帰しているとしています。一方、ロシア軍の死傷者は死者が19万8000人、怪我人が55万人以上だと主張した上で、今年9月以降のロシア軍の死者数はウクライナ軍の5倍から6倍だと指摘しました。その上でゼレンスキー大統領は、プーチン氏を止められるのは平和の指導者となり得る世界の指導者たちの力だけだ。プーチン氏を止めるにはアメリカと全世界の支援が必要だとして、アメリカをはじめとする国際社会に対し、さらなる支援を呼びかけました。戦闘が続いているために、両軍の兵士の死者数はという話をするわけですが、同時に見ておかなければならないのが、ロシア軍によるウクライナの一般市民に対する殺害行為です。市民の死者は1万2340人、
ウクライナは国連報告。国連軍縮担当上級代表の中光事務次長は、ロシアの侵攻が続くウクライナ情勢について安全保障理事会で報告し、侵攻開始後のウクライナ民間人の死者が12,040人、負傷者は27,836人に達したと明らかにした。中光氏は、今年1月から11月までのロシアの空爆で民間人341人が死亡し、1,803人が負傷したと報告。前年比でそれぞれ3倍増と6倍増だと指摘した。ウクライナ側の兵士の死者が 4.3 万人、ロシア軍の兵士の死者が約20万人というこの比率については、ウクライナが発表したものですから、実質的にはもうちょっと差は縮まるだろうと言われています。例えば、ウクライナ軍の兵士の死者数はもうちょっと多いだろうし、逆に言えばロシア軍の死者はもうちょっと少ないだろうというわけです。しかし、どっちみちどちらの方が死者数が多いかについては、おおむねロシア軍の方がより甚大な被害を受けているということについては、誰も意を挟まないでしょう。ただし、ロシア軍がこれを問題視しているかといえば、問題視していないというのが現状です。そのためにプーチン大統領は様々な政策をこれまで実施してきました。例えば、何万人も死んだと言われている囚人兵については、プーチン大統領としては厄介者払いできたという考えですから、全く気にしてはいないでしょうし、死者の中にモスクワのような大都市圏の人間があまり含まれておらず、ロシア国内における少数派の人たちがより多く割合として含まれているという点について言っても、やはりこれもプーチン大統領はさして気にはしていないでしょう。むしろ地方の少数民族を人減らしできたぐらいのことで喜んでいる可能性すら指摘されています。ただ、失われた人命が膨大であり、これらの人たちが亡くなることによるロシアの未来に対する悪影響は当然残るわけなので、プーチン大統領の今やっていることというのは、あくまでも自分の時さえ良ければ良いという、非常に短絡的な国家運営だと言えるでしょう。そして、ロシア軍の行っている攻撃が、ウクライナ軍という軍隊に対するものだけではなく、一般市民に対する攻撃も多発しているというのも、今回の侵略戦争の一つの特徴でしょう。占領地域における住民に対する拷問や強姦といったものが非常に横行したことによって亡くなった人も非常に多いと言われています。ただし、それはあくまでもウクライナ軍が奪還した地域においてようやく明るみに出たものであり、ロシア軍によって長期占領されている場所においては、なかなかそうした被害の実態については調査のしようがないといったことにもなっています。ですからウクライナの民間人の死者数については実質的にはもっと多いでしょう。また前線近くにおける戦いにおいてもロシア軍は積極的に民間人に対する攻撃を行っており、それに伴って街が無人化し、焦土と化す街も次々と現れています。ロシアが解放したと自称する村においては、もはや建物は一つも残っていないようなところもあります。こうした戦いというのは基本的には人間同士で行われるものなわけですが、国民の数その総数から言えばロシアの方が圧倒的に多いですから、人海戦術で押し切ろうとするロシア軍に対しては同じ被害を出すようなことがあってはウクライナ軍としては持ちこたえることはできません。そこで人の力をなるべく借りないようにしながらの戦いを進めていかなければなりません。ウクライナの戦場で最も進化した兵器は何かと問われれば、私は迷わずドローンだと答えるでしょう。戦争によってそれぞれ発達する兵器というものは違うものですが、第二次世界大戦であれば航空機の発達がすごかったねというようなことを言えるでしょうし、今のウクライナの戦場においてはドローンをめぐる技術開発競争といったものが最も激しいでしょう。今月上旬、ウクライナ軍は無人機、それも地上戦用のドローンを多用した攻撃作戦を実施したと発表しています。これまでウクライナ軍の使うドローンとしては、まずは飛行型の小型ドローン。これは空中から爆発物を投下することによって相手の車両や歩兵などに対する攻撃をするものです。その他、長期対空して戦場全体を監視する役目なども行っています。その他、無人型の小型飛行機ドローンなどは非常に遠いところまで飛んでロシアの基地や石油精製所などに対する攻撃を行っています。海においても同じようにして遠隔操作型の無人小型舟艇が、ドローンという名前を付けられてロシア軍の艦艇に突っ込んで爆発するといったことなどもこれまで行われてきました。そうした中にあって地上を走るドローンとしては、これまでは対戦車地雷を荷物として前線まで運んでばらまいてから戻ってくるといったようなものが
これまでは実用化されてきました。それに加えて今回は前線に対戦車地雷を撒くだけではなく、銃器類などを搭載し遠隔操作で銃撃を行うといったようなことも行っただろうと言われています。空を飛ぶ小型ドローン、大型ドローンなどに住居をくっつけて、それをもってして小型飛行機ぐらいな感じで上空から攻撃するというのも一つの手なのですが、どうにも空を飛ぶにはどうしても今のバッテリー技術からすると航続距離が短いといった問題もあり、なかなかまだ技術開発が必要でしょう。それに比べると地上戦用のドローンであれば、ちょっと大きくてもっていう感じでどんどんとバッテリーを増やして航続距離を伸ばすこともできるわけなので、開発次第では大きな戦力になるでしょう。ちなみにここ最近でドローンの進化といったものは目覚ましく、例えば小型ドローンを運ぶための大型の空母型のドローンといったものもあって、より戦場の奥深くまで小型ドローンを運んでいて、その現場において目標物を発見したら小型ドローンを飛ばして相手を攻撃するといったようなちょっと変則的なパターンもあるようです。また同じようにして潜水艦型のドローンの中にまた小型のドローンを仕込んでおいて、前線まで進出してその目で攻撃対象に近づいたところで小型ドローンを発射するといったようなタイプも最近では出てきているようです。この先に待っているのは人間対人間ではなく、技術開発が進んだ場合においては人間対ドローンといったような形での戦場も十分あり得るわけです。戦争が長期化すればするほど技術開発は当事者同士で非常に激しいものとなっていき、その進歩は止まることはないでしょう。当面の間量産するだけのお金と性能のバランスが取れないので主力兵器にはならないものの、必ずこの戦争はそうした新しい世代の兵器の原型となるものについてはどんどんと生まれ、そして洗練されていくことでしょう。日本の中だけではなく世界を見ると、そうした戦争のあり方そのものもどんどんと変わりつつあるということを知識として知っていきましょう。ただし最後にもう一度言いますが、まだ主力ではありません。現在のところは物量で大量に用意できる榴弾砲が最も大きな火力を両軍に与えています。そしてその量を補う形でよりピンポイントに使えるのがドローンです。ドローンが発達しつつあるからといってドローンさえあればいいではなく、それぞれ長所や短所といったものがあり、非常に幅広く武装を整えるというのが結局のところは総合力を整えることになります。そのあたりも偏った知識ではなくバランスよく軍事知識を学んでいきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。人海戦術を駆使するロシア軍、北朝鮮軍に対してウクライナ側は少ない人員を少しでも補おうと無人兵器であるドローン開発に力を入れています。現在のところは遠隔操作のモデルですが、時代が進んでいけば自立型のドローンも当然のように生まれ出てくることとなります。それは遠い未来ではないでしょう。そのような無人兵器が戦場を駆け巡る世界にならないためにも国際秩序というのは守られている方が日本にとっては有益なのです。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。